こんにちは、ミッキーです。今回はスペイン・マドリード見どころ8選としてご紹介していきます。スペインの首都であり、文化、歴史、アート、活気に満ちた都市、マドリード。16世紀からスペイン王国の首都としてその地位を確立し、長い歴史を持つ都市。そのため、街全体に歴史的な重みを感じさせる雰囲気をまとっています。スペインの王族や貴族が住んでいた場所も多く、その影響を随所に感じられるのも特徴の一つです。一方で交通の便も良く、鉄道での移動も容易。さらには有名な美術館がたくさんありまして、ピカソやダリなど著名な画家の作品を間近で見れるのも大きな魅力です。ぜひこの動画を機に旅行の参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずは前回のバルセロナから移動してアトーチャ駅に着いた様子をご紹介。アトーチャ駅はマドリードの主要な鉄道駅の一つで、スペインの首都における交通のハブとして重要な役割を果たす駅です。鉄道の発展とともに都市の近代化を象徴する建築も大きな見どころの一つ。最初に建てられたのは1851年。ですが、1890年代に火災で駅舎の大部分が焼失してしまったとのこと。その後、再建工事に協力したのが、パリのエッフェル塔をデザインしたことで有名なエッフェル氏。そんな有名建築家が手掛けているだけありまして、世界で最も美しい駅の一つにも数えられています。さて、ここで海外旅行保険についてご紹介します。海外旅行保険は個人的にエポスカードで付帯することをお勧めしています。おすすめのポイントは何といっても保険適用条件が簡単であるところ。パッケージツアーはもちろんのこと、航空券を購入したり、空港に向かうまでの電車、バス、タクシー代、いずれかの一つの支払いをエポスカードで行うだけで海外旅行保険が付帯されます。この手軽さがおすすめなので、まだお持ちのない方はぜひこの機会にカードに契約してみることをお勧めします。本動画の概要欄にも載せていきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私が普段使っているのはビューカードと楽天カードなんですけども、まずはビューカードについて、こちらも結構お手軽になっています。と言いますのも、ビューカードでチャージしたスイカで空港まで移動することでも保険が適用されます。またツアー料金の支払いでも適用されます。ただ先ほどご紹介した航空券の購入は適用外なので、そちらはエポスカードの方が利点があるかなと思います。そしてもう一つ使っています楽天カードですけれども、こちらはツアー以外の支払いは適用されずに、例えばツアー申し込み忘れた場合に、エポスカードやビューカードに関しましては空港まで移動するだけで適用されるんですけれども、残念ながら楽天カードはツアー以外の支払いでは適用されませんので、そこがお勧めしていないポイントになっています。Think something new under sun. さて、今回のマドリードにて宿泊したのはオンリーユーホテルアトーチャ。マドリードのターミナル駅アトーチャ駅からも近く、交通の便がいいのがまず一つ目のおすすめポイント。またチェックアウトが12時なのもおすすめの点。ホテル滞在中はギリギリまでゆっくりとくつろぐことができます。ホテルは全体的にモダンでスタイリッシュな雰囲気。ご覧のようにインテリアやアート作品もデザインにこだわったものを配置しつつ、広々とした空間設計も魅力的です。中でも特に特徴的なのはロビー。ゆったりとした作りでリラックスできる空間が広がっているため、例えば部屋に戻るほどではないけれども一息つきたい時に重宝する空間がロビーです。そんなオンリーユーホテルアトーチャで今回宿泊しましたのはスモールダブルルーム。アゴダにて予約して3泊2名で123,403円でした。1泊で換算しますと約4万円程度と少しお高めではあるんですけども、間違いなく外さないホテルだと感じました。ご覧のようにとても広いというわけではないんですけども、内装もおしゃれでありつつ清潔感もたっぷり。ウェルカムドリンクもつきつつ十分に満足できるような部屋になっていました。ちなみに部屋からは吹き抜けになっている中庭の様子も眺めることができます。こういったおしゃれな空間が随所に広がっているのがオンリーユーホテルアトーチャの魅力でもあります。そんなオンリーユーホテル
ホテル名にオンリーユーと含んでいる通り、個々のゲストに対する特別な配慮やおもてなしの精神をこのホテルでは重視。日本で観光する際と変わらず丁寧なおもてなしをしていただけますので、滞在も安心です。そんな背景もあり、フロントデスクは24時間対応。さらに無料の新聞サービスもありますので、気になる方は手に取っても良さそうです。ちなみに言語については、英語には対応しているものの、日本語対応はなさそうだったので、その点はあらかじめご注意ください。さて、ここからは朝食のスタイルについてご紹介。朝食はビュッフェスタイルで、平日は7時から10時半、週末は7時半から11時にて利用可能です。メニューとしましては、様々な料理を幅広く利用することができまして、地元の食材を使用した料理や様々なドリンクメニューを楽しむことができます。中でも、ペイストリーが自慢とのこと。ノルマンディー風のバターを使ったクロワッサンや特製のパフペストリーなど、毎朝新鮮に提供されていました。また、こちらの空間は週末限定で12時半から15時半までの時間帯はブランチの提供もあるとのこと。ブランチでは和牛バーガーやエッグベネディクトなど多彩な料理から選ぶことができますので、こちらも旅の参考にしていただくといいかもしれません。朝食回答に関しましては、先ほどちらっと映していました通り、テラス席の利用もできますので、そちらをご利用いただくのも気分転換にいいかもしれません。続いてご紹介しますのは、マドリードの象徴的な場所、マヨール広場。17世紀にフェリペ3世の命により建設された広大な遊歩道で長方形の形をした広場。4階建ての建物に囲まれており、9つのアーチが特徴的です。広場の中央にはフェリペ3世のブロンズ製騎士像が飾られている特徴的な広場。ぜひその空気感も味わってみてほしいです。続いてご紹介するのは、プラド美術館。こちらは予約推奨の施設になっています。今回はビアターのツアーパッケージにて訪問。ガイド付きツアー優先入場チケット付き2名で38ユーロでした。約6584円なんですけれども、そもそも入るのに結構な行列になってしまって、時間が大幅に削れてしまいますので、行列のスキップできるツアーは個人的にお勧めしています。ちなみにこちらのツアー、この日も行列スキップだけがしたかったという理由でガイドさんに相談しつつ、入場後ツアーから離脱しているような方もいらっしゃったので、もちろんツアーを楽しむのもいいんですけども、行列スキップのためだけにもこのツアー利用するのがいいかもしれません。さて、そんなプラド美術館ですけれども、館内は撮影禁止。今回映像はないんですけれども、実際にその目で芸術を確認してほしいです。さて、もう一件、マドリードに来たからにはぜひ訪れてほしい美術館がこちら、ソフィア王妃芸術センターです。特にこちらの美術館は芸術に普段馴染みがない方でも知っているようなパブロ・ピカソのゲルニカの展示がありますので、間違いなく必見です。さらにおすすめの理由がもう一つ。それはソフィア王妃芸術センターに無料開放時間がある点です。月曜日から土曜日は午後7時から午後9時までの2時間。日曜日は午後1時半から閉館時間まで。火曜日の休館日以外は無料での鑑賞もできるという太っ腹っぷりです。ぜひ計画的にご訪問ください。ちなみに1点注意点がございます。無料鑑賞の場合にもオンラインで無料チケットの購入、つまり事前予約が必要なので、あらかじめ登録を忘れないようにしてください。さて、こちらはゲルニカの様子。ご覧のようにたくさんの人が集まっていますので、なかなか正面で見ることは難しいんですけれども、少し横にずれていただきますとご覧のように確認することができます。また、このゲルニカの制作背景等も別の展示されていますので、とても大きい作品なんですけれども、細かいところまで確認していただいて、その世界観だったり、絵のメッセージを考察していただくといいかもしれません。ちなみに私は芸術については後付けで学んでおりまして、一番わかりやすい本としましては、13歳からのアート思考という本で少し勉強しました。勉強というよりかはアート思考についてなので、おそらく美術館に馴染みがない方は美術館行ってどこを見たらいいかわかんない方も多いかと思うんですけれども、こういう視点で見ると楽しいよみたいな紹介をしてくれていましたので、ぜひ概要欄の方も参考にしていただきつつ、美術館を訪れる際に少しでも楽しめるような工夫として確認していただくといいかもしれません。先ほどご紹介したプラド美術館が11世紀から18世紀までのスペイン絵画が中心だったんですけれども、特にこちらの美術館では20世紀の近代アートが楽しめますので、ぜひその世界観に触れてみてほしいです。さて、今回の旅で私が強くお勧めしたいのはイーシムです。
これから海外旅行を計画される方は、ぜひこちらの eSIM を活用いただければと思います。今回私が利用したのは、ワールド eSIM というサービスでございまして、サービスの使いやすさがとても良かったので、今後も利用することかなと思います。こちら普段私は Android のスマホを使ってるんですけども、妻が使っている iPhone でも適用できましたので、Android ユーザーの方も iPhone ユーザーの方も安心して使えるかなと思います。さて、そんなワールド eSIM のおすすめポイントの一つは、手荷物が一つ減る点。Wi-Fi ルーターの場合は Wi-Fi ルーター自体、そして Wi-Fi ルーターの充電器も含めまして手荷物が一つ以上増えてしまうかと思います。また Wi-Fi ルーター自身にも充電が必要になってきますので、その充電をするという手間も結構負担かなと個人的には感じています。続いて eSIM のおすすめポイント2は、物理 SIM カードよりも手間が少ないという点。以前までは私も物理 SIM を使ってたんですけども、物理 SIM の場合にはもともと刺さっている SIM を保管する必要がありまして、何せサイズが小さいのでそれがなくしてしまうリスクが結構心理的な負担でした。さらに SIM ピンを忘れてしまいますと SIM カードを取り出せないというトラブルにもなってしまいますので、そこの気を使わないという点だけでも結構おすすめでした。そしておすすめポイントの3、こちらは現地でも即開通ができるという点です。物理 SIM の場合には事前に購入して届くまで時間がありますし、その物理 SIM を忘れてしまいますと通信ができないというリスクもあるんですが、この eSIM の場合には現地で Wi-Fi につないだ上で先ほどのワールド eSIM のアプリを落としていただいて購入することですぐに使えますので、事前に物理 SIM を買う必要もありませんし、空港で Wi-Fi を借りる必要がないという点でもとてもおすすめです。ということで、個人的にはワールド eSIM をおすすめしているんですけども、価格の比較も今回行ってみました。今回は私、スペイン7日間の中で 10GB を使う想定でご紹介しています。普段私は 20GB を1ヶ月で使っていますので、むしろ14日間あっても 10GB ぐらいで収まるかなと思います。実際に今回、スペイン周遊の中では 5GB を少し上回るくらいで収まっていました。さて、まずご紹介しますのはワールド eSIM。こちらは2590円で 10GB、そして30日間使えるプランでございました。また、今回私は使わなかったんですけども、2つ目のおすすめは ahamo です。ただ、こちらに関しましては、携帯の契約自体を見直す必要がありますので、普段から ahamo を使っている方、また新しく回線を日本で乗り換えたいという方は、ahamo に事前に乗り換えていただくことで、海外旅行も追加料金なしで月額の約3000円の中で 20GB に収まれば使うことができますので、これは結構いい選択肢になるかなと思います。今回おすすめはこちらのワールド eSIM もしくは ahamo になっていますので、気になる方は概要欄からリンクを参考にしていただいて、事前に準備していただければと思います。そして参考程度に載せていますのが、まずはレンタル Wi-Fi で有名なグローバル Wi-Fi。グローバル Wi-Fi は1日 1.1GB で契約することができたようなんですけれども、なんと7日間使いますと 11,690円になります。値段的にも高いですし、先ほどの充電の問題とか荷物が増える問題があったりというところで、結構個人的にはお勧めできないかなと思います。そして普段ドコモのキャリアを使っている方に関しましては、5280円のオプションをつけることで7日間無制限で利用することもできます。ただこれに関しましては、先ほどの ahamo と違いまして、通常の携帯料金にプラスして5280円かかりますので、やはり結構高いかなと思います。なので柔軟性が高く、かつ現地でも利用開始ができるワールド eSIM、ぜひこの機会にご利用ください。続いては、マドリード屈指の壮大な宮殿、マドリード王宮について。ヨーロッパ最大の床面積を持つ宮殿で、なんと3000室以上の部屋があるとのこと。現在は国王や王族は住んでおらず、主に公的行事に使用されますマドリード王宮。ご覧のように一般公開されていまして、豪華な装飾や芸術品を見学することができます。そんなマドリード王宮についても、行列スキップチケット付きのチケット購入がおすすめ。今回はヘッドアウトというサイトから購入しました。入場券2名分行列スキップチケット付きで 35.98 ユーロ、約6234円でした。こちらも概要欄に載せていますので、ぜひ参考にしてみてください。さて、そんなマドリード王宮ですけれども、始まりは10世紀。現在の王宮がある場所にマイリットと呼ばれる要塞が建設されたことが始まりです。この要塞は、古ウマイヤ朝のアミール・ムハンマド一世の統治下で、辺境防衛のために建てられたものなんですけれども、その後、カスティリア王アルフォンソ6世によってマドリードが陥落。
大邸宅としてカスティーリャ王に使用されたとのことです。その後、アルカサルと呼ばれる城が、このマドリード王宮の前には建設されたんですけれども、なんと1734年に火災によって全焼してしまいました。ただ、そのアルカサル自体の重要性が根強く、1738年にはフェリペ5世の命令によって宮殿として建設がまた始まってきます。その後、新宮殿が完成。カルロス3世によって1764年から使用されていまして、ご覧のように変わらずマドリードで愛され続けているのがマドリード王宮です。先ほど述べた通り、現在は国王や王族の居住地ではないんですけれども、国の重要な行事に使用しているとのことです。その豊かな歴史と芸術的な価値によって、スペインの文化遺産として重要な位置を占めています。そんなマドリード王宮ですけれども、撮影に関しては結構寛容。もちろん、三脚を使った撮影などは禁止されているんですけれども、手持ちのカメラを使った撮影は自由度が高かったので、ぜひ思い出にも収めてほしいです。ガイドブックや旅行会社のサイトなどでは情報が古いため、写真撮影が禁止と言われていることも多いんですけれども、2024年の春に訪れた際には全くそんなことはなかったです。ご覧のようにフランスのベルサイユ宮殿を参考に設計されたというのがありまして、迫力満点なマドリード王宮。宮殿内には多くの著名な芸術家の作品も展示されています。ディエゴ・ベラスケス、フランシスコ・デ・ゴヤ、カラバッチョなど芸術好きなら一度は聞いたことがあるであろう著名な芸術家の作品が多数あります。また13世紀以降の兵器類を収めます王立武具博物館や世界で唯一の完全なストラディバリウスの弦楽40奏も所蔵。様々な観点で見どころが満載です。ちなみに有料ではあるものの、日本語対応のオーディオガイドが公式サイト経由で購入可能とのこと。個人的には視覚的に楽しむだけでも十分お腹いっぱいだったんですけれども、より深く楽しみたい方は購入してみてもいいかもしれません。あともう一点、王宮内の見学はだいぶ長時間にわたり体力も使う一方で、売店などはもちろんなかったので、蓋のついた容器を持ち歩きつつ、水分補給を忘れないようにするのがおすすめだと思っています。さて、そんなマドリード王宮、たくさんの見どころがあるんですけれども、これから少しずつ述べていきますので、これまでにもたくさんの映像を映してきているんですけども、メモを取りつつで確認していただけるとありがたいです。まず見どころの一つは、玉座の間。ベルサイユ宮殿の鏡の間を模した部屋になっていまして、まさに荘厳という言葉が似合うような空間です。また、4頭のライオンに囲まれた玉座も見どころの一つ。加えて、1764年のティエポロによります天井画も見どころ。他にも天井を見上げていただきますと様々な作品、芸術に溢れていますので、確認していただいて、その世界観も堪能してみてほしいです。あとは赤いビロードの壁と金箔のブロンズライオンもありまして、そちらも見どころになっています。あとは冒頭でご紹介したような豪華な装飾に溢れている大階段も見どころ。左右にありましたライオンの大理石彫刻も見どころでした。他には145人が収容可能な大広間、黄金の間ですとか、ゴヤの絵画がある部屋、中国風の着替えの間、加えてサバティーニ庭園ですとか、カンポ・デルモーロ庭園といいます庭園も見どころです。途中でもご紹介しましたけれども、これらの部屋合わせると全部で2700以上、それぞれの部屋ごとで見どころはたくさん溢れていますので、ぜひ余すことなく見届けてほしいです。さて、最後は玉座の間。壁面全体が赤いビロードで覆われていまして、この赤いビロードの壁はスペイン王室の伝統と威厳を表現する重要な役割を果たしているとのことです。さて、ここからはマドリードの食文化を感じられる市場のご紹介。1916年に生鮮食品卸売市場としてオープンし、2009年に現在のガストロノミーマーケットとして生まれ変わったサンミゲル市場です。ガストロノミーとは単なる料理の技術を超えた食と文化の関係を総合的に考察する学問のこと。単なる栄養摂取としての食だけではなくて、文化や社会の一部として楽しめる市場です。そんなサンミゲル市場ですけれども、年間なんと1000万人以上が訪れる人気の観光スポットとして有名。30以上のスタンドが並び、スペイン各地の食材や料理を提供してくれています。営業時間は日曜日から木曜日は10時から24時まで、金曜日、土曜日、そして祝前日に関しましては10時から翌1時まで営業しています。夜遅くまで空いていますので、1日の締めくくりに訪れるようなコースがいいかもしれません。ち
ちなみに建物自体も歴史的価値がありますこちらの市場。マドリードに現存する数少ない鋳鉄建築の市場としても知られていますので、その雰囲気も十分に楽しみつつ食を楽しんでほしいです。ラインナップとしましては、生ハム、カキ、エビ、パエリアなどのスペイン料理や地元ワイン、タパスに加えてお寿司なども用意。スイーツもたくさんありました。中にはイートインコーナーもありますので、雰囲気と一緒に楽しんでみてほしいです。さて、旅の締めくくりはフラメンコパフォーマンス。今回も海外旅行でたびたびお世話になっていますゲットユアガイドにて予約しました。1人当たり39ユーロ、約6234円で楽しむことができまして、ウェルカムドリンクも1杯ついてきました。せっかくなので今回はサングリアをいただきましたけれども、ワインなど別のアルコールも用意されていますし、ソフトドリンクの提供もありました。そんなフラメンコパフォーマンスが行われる会場は、世界初のフラメンコ劇場とも言われていますテアトロ・フラメンコ・マドリード。日曜から金曜までは1日2回、土曜は3回の上演で歌、踊り、ギターのショーを楽しむことができます。ショーの時間は1時間。公演が始まりますとお手洗い休憩などはないので、事前に済ませていくことがおすすめです。改めてフラメンコとはという方もいるかと思いますので、簡単に補足していきます。フラメンコはスペイン南部アンダルシア地方で生まれた情熱的な音楽とダンスの芸術形式。情熱という名の通り、フラメンコは深い感情を表現する芸術になっていまして、痛み、孤独、苦悩、絶望、愛、情熱、喜びなどのテーマを中心に表現しています。公演中にも様々な感情が踊り、歌、演奏の3要素で表現されますので、それぞれの解釈で楽しんでみてほしいです。その他にも華やかな衣装だったり、カスタネットや手、ヒールや衣装を使った踊りのレパートリーも魅力の一部。ぜひその圧巻なパフォーマンスを体験してみてほしいです。以上、今回はスペイン・マドリード見どころ8選としてご紹介させていただきました。前回のバルセロナではほとんどがガウディ建築のイメージだったんですけども、今回マドリードに来てみて思ったのは、美術館やマドリード王宮など芸術を楽しむのにとてもぴったりだなと思いました。さらには最後のフラメンコも合わせて総合芸術らしさを感じることができるような空間になっていますので、可能であれば予習もしつつ楽しんでいただくとより深く味わえるかなと思っています。あとは途中でご紹介したサンミゲル市場のようにスペイン料理を堪能できるような空間もたくさんありますので、今回の動画を参考に楽しんでみてほしいです。また次の動画ではマドリードグルメ特集としてスペインの料理を幅広くまたご紹介していきますので、前回のバルセロナグルメ特集と合わせて楽しんでいただければと思います。以上ミッキーでした。ありがとうございました。